こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日は、期間限定イベント、地中海マルタ島沖発動 MG1 作戦、こちらの攻略の方を始めていきたいと思います。ようやく、イベントが始まりましたね。こうやってイベントに関しては、配信を最初からするというのも今回初めてになります。どんな感じでやったらいいかなとも考えながら、配信していこうと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。空母9さん、今日も初コメありがとうございます。本日も元気に配信していきます。それでは早速、内容ですね。そちらのご説明からしていきたいと思います。一生涯ソロプレイヤーさんも、コメントありがとうございます。ですね。じゃあ画面の方を切り替えますね。はい。最初の、マップですね。今回は最初の海域にはなるんですけども、戦力ゲージ、そしてその後輸送、ゲージということで、ダブルゲージの、海域となっております。イタリア艦であったり、フランス艦であったりと、特攻装備、特攻を持った艦がこの海域から、登場していくという流れになろうと思います。事前に調べた感じですと、過去類がないくらい、最初の海域の割には、強力な艦隊が待ち構えているということがありましたので、今回はそれに備えて、編成も組ませていただきました。一応編成は戦艦91、そして空母系1、あとは、従順系が1、軽順が1、そして駆逐艦を2隻と、最初のスタート地点から C マス、そして F マスの濃度分岐を経て H マスといってボスマスという感じですから、通常戦闘は1回で済むのかな。あとは基地航空隊もボスに集中して出しますし、決戦支援も合わせて出していこうと考えております。はい、それでは、編成の方を出していきたいと思います。では作戦名の、内容と、ご説明ですね、していきます。地中海マルタ島への輸送作戦を実施する。これを阻止せんとする敵艦隊を撃破し、輸送作戦を完遂せよ。本日は前編ということで、戦力ゲージのボスの機関にダメージを与えて減少。ボス編成が変われば最終編成と。ゲージ量は司令部レベルによって変動します。最短回数では5回で破壊ができるようですが、そう簡単にはいかないんじゃないかなと思っております。戦艦、普通正規ですね。ボスの装甲がカチカチと、この深海星艦と戦った時に、初めて装備の回収ですね、
それがうまくこうできていなくてですね、大苦戦をしたというのが過去のイベントにありました。それ以来手法や鉄鋼弾、回収を続けてきましたので、今回はその成果が少しでも見れるのかなとも期待しています。そして編成の方ですね、機関がザラ、ドライですね。装備の方は主砲と、水上戦闘機とあと水上爆撃機ですね。一応水上爆撃機には何かしらが突破があるらしいので装備させてみました。ちょっと状況によっては変更するかもしれないんですけど、そこの装備でいってみたいと思います。そして、アークロイヤルですね。こちらも、イギリス艦ですが、この海域で、活躍ができるというふうにちょっと伺いましたので、投入していきます。装備的には、艦上戦闘機を2スロット、艦上攻撃機、艦上爆撃機を1スロットずつ搭載としています。軽巡洋艦の方はコトランドにしています。主砲と主砲、そして偵察機と一応野艇を搭載して、野戦まで持ち込む戦いになろうと思うので、少しでも発動率を高めていきたいなと思って装備させています。ビクトリオ・ベネト級戦艦4番艦ローマ戦闘配備につきました。そしてあと一番迷ったのが戦艦機を誰にするかということだったんですけども、一番効果が高いのは、リットリオ、イタリアなんですが、私がちょっと今艦隊にいる、リットリオイタリアの方はもう連動は十分なんですが、リットリオの方がちょっとまだあんまりレベル高くなくて、そこでちょっとローマの方を今回当ててみました。手法の方は大型手法2つ、そして鉄鋼弾、そして、水上爆撃機を搭載させてみました。このイタリア手法、だいぶ長い間使うことが多かったんですが、最近だと46センチ砲の回が出ちゃって、そっちが主力になっちゃったんですけど、今回はこちらの手法ですね、装備させていきます。今回駆逐艦枠ですね、もちろんイタリア駆逐艦が一番活躍できるのは分かってはいるんですけど、ちょっとまだ情報揃ってないので、この後予想作戦もあるということなので、今回川風の方に出てもらいます。手法の装備と、照明弾ですね、これも野戦を意識した装備になっております。そして最後は、グレカーレです。魚雷、そして見張り員ですね。イタリア駆逐艦の中では、一番運の値が高いこともありますし、なおかつ、特攻を持っているということで、当初は、イタリア駆逐艦使うかどうかちょっと迷ったんですけども、情報を調べているうちにどうもそれでは戦えないということがちょっと分かってきたので、グレカーレですね、もうここで活躍してもらいます。はい、以上6隻で進んでいきたいと思います。それでは、こちらの期間限定回帰、来ましたね。
あとちょっと基地航空隊まだ入れてないので、ちょっと装備させます。まあ、若干ですけども、制空の方が不安があるので、一中隊は、戦闘機体を搭載ですね。あとは、銀河ですね。陸航隊を二中隊。して、そして最後は、こちらの錦陸上偵察機熟練を装備させて、出撃開始と。一応ボスまでの距離は6ということなので、これでギリギリ、足りてると思います。前段作戦第一作戦海域作戦要項です。本作戦の主眼は輸送作戦です。基地航空隊との共同作戦が可能です。さすがに、ちょっと文章長いのでここは割愛させていただきますが、まずは護衛せよ戦乱輸送作戦の展開ですね。こちらやっていきたいと思います。丸太闘技ですね。そして、攻略作戦の難易度を選んでくださいということですね。はい。では、この攻作戦を選んでいきます。では、そうですね。支援艦隊出してないですね。支援艦隊を。決戦支援まで必要なのかというところもあるんですけど、ここは、全力でいきます。はい。なんといっても、相手は、フランスの深海生還には痛い目に遭わされているので、今回は全力で行かせてもらいます。基地に、基地航空隊やボス集中ということですね。さあ、今回初のイベント、最初の戦闘は単獣陣で、戦闘開始です。やっぱりアークロイヤルの攻撃力高いですね。今の攻撃で270ですね。これは期待できそうです。私がそういただいておく。この栄誉を女王陛下とあなたに。ここは、濃度分岐で死んで、そしてここで快適ですね。単獣陣で戦闘開始ですね。もうこの段階で後期型の駆逐艦出てくるんですね。うちもラスト厄介ですね。でも落としてくれたな。最初の海域なので道中はそれほど、問題なく進めそうですね。
私がそういただいておく。この栄誉を女王陛下とあなたに。何事も粘り強くよ。さあ、最初のボス戦ですね。単獣人。さあ、どれくらいの攻撃力が発揮できるのか。みんな頑張ってきてね。敵艦発見。当選用意。ほら、いい？見てなさい。ザラ級の戦い始めます。あ、視聴外ソロプレイヤーさん。自分もいつか高難易度で攻略したいですということですけど、でも、特に攻略する海域がどんなものであっても開港できる可能性は同じですから、とにかくこう完走するっていうところですね。そこを目標に、もし完走ができる、できて余力がまだあるなって感じるようであれば、その次の海域では、一つレベルを上げていってっていう感じでいくのはいいのかななんて思います。いや本当に耐久力が高いですね。もう740となるとなかなか落とせないな、これだと。いいねいいね。や全艦の頑張った視界は戦闘だよな。はじめくさい。何があるの？スカートがスースーします。さあ、アークロイヤルの、攻撃力はやっぱり高いですね。ローマでも十分、もちろん特攻を乗ってるのでこの火力なんですけど、十分ですね。攻撃力が出ていますね。では、野戦に突入しましょう。野戦か。いいわ。私たちザラ級なりのやり方でやってみせる。艦隊ザラに続いていい？突撃します。4番師範頼む。おお。この光線で見せてあげる。さすが特攻乗ってるだけあって火力高いですね。200も出るとは思わなかったな。あ、そう、私。また私なの。いいけれど別に。嬉しくはあるわね。ごきげんよう。徳型駆逐艦綾波と申します。はい、綾波さんよろしくお願いします。はい。提督、オペラツィオーネ完了です。最初の、戦闘ではあったんですけども、思ったよりも、火力出てて、いけそうな感じなので、このまま連続して出撃していきたいと思います。提督、グラーチェ、秋は好き。だってザラが収益した季節。よし、波及は万全。次は何？船団護衛？作戦計画概要をご説明します。だいぶ汚れちゃった。日本のお風呂、少し風呂入るわ。 I will have a shower. Sorry. いいわね。よし。作戦計画概要をご説明します。前段作戦第一作戦海域作戦要項です。本作。それでは、2回目の出撃行ってみたいと思います。敵艦発見。当選おめんさん、ごめん、ありがとうございます。こんばんはです。ようやくイベントですね、開始になりました。粘り強さ。この
今日は私にとっては初めての、今回イベントとなりますので、最後までお付き合いいただければと思います。主砲マロやられた。主砲前方の世界へけどさ、打ち方始め沈みのお願い。いいねいいね。やっぱ駆逐艦の本会は戦闘だよな。行きなさい。行くぜ。私がそういただいておく。この栄誉を女王陛下とあなたに。やっぱりアークロイヤルのちょっと攻撃力が高いので MVP 取りまくりですね。ほとんど道中は、アークロイヤルにかかっているといったところでしょうか。何事も粘り強くよ。はい、粘り強く、戦闘開始ということで、うまく抜けてくれればいいんですかね。当選用意。でもほらきっと大丈夫。見てなさい。ザラ級の戦い始めます。敵艦発見。当選用意。ほらいい。見てなさい。ザラ級の戦い始めます。戦艦ローマ攻撃を開始する。4番手頼む撃て。ザラの粘り強さこの光線で見せてあげるんだぜ。よーし一気に畳みかけるぜ。夜やってみるか。いいですね。これで、またボスの海域の方に、進出できそうです。私がそういただいておく。この栄誉を女王陛下とあなたに。はい、女王陛下とあなたにですね。こんにちは。白露型駆逐艦夕立よ。よろしくね。はい、夕立よろしくお願いします。何事も粘り強くよ。さて、今回2回目ですね。単獣陣で、突破をしていきましょう。みんな頑張ってきてね。敵艦発見。当選用意。ほらいい。見てなさい。ザラ級の戦い始めます。4番司法頼むわよ。ザラの粘り強さこの光線で見せてあげるんだから。敵艦隊を追撃します。大学突撃します。ついてきて。戦艦ローマ攻撃を開始する。頼むわよ。主砲ザラの粘り強さこの光線で見せてあげるんだから。何があるの。お願いね。いいねいいね。やっぱ駆逐艦の本会は戦闘だよな。行きなさい。さあ、アークロイヤル。4番司法頼むわよ。ザラの粘り強さ行きなさい。光線で見せてあげるんだから。やはり硬いですね。反光線だとなかなかダメージがおもちゃじゃないの。通らないですね。おめんさん、そうですね。柔らかい方で助かりましたかね。はい。では、野戦で決着をつけましょう。私たちザラ級なりのやり方でやってみせる。艦隊ザラに続いていい。突撃します。4番司法
なんとか、2回目も、勝利できましたね。あまりこういいジンクスではないんですけども、最初に、攻略して、ダメージを与えても、その次から大破祭りが始まるということがよくありましたので、今回は2回とも勝利できたのでよかったです。女王陛下とあなたに。さあ、続けて、準備をしてもう一度いけますね。よし、波及はバンポーラでしょ。はい、心配です。作戦計画概要をご説明します。でも今回は川風だけの被弾で済んだのは良かったということですね。ちょっと長風呂するよ。提督も一緒するかい？ポーラでしょ。はい、心配です。提督、一緒に探してくれます？そうですね、ポーラも本来ですと、もう一隻ですね、欲しかったんですけどもね。でも今回はこれで十分戦力的には足りてると思うので、このまま進軍していきたいと思います。前段作戦第一作戦海域作戦要項です。本作戦でナーチメンテザラ級従順ゼラ抜秒。さあ3回目ですね。さあそろそろ道中で何か起きても良さそうな感じなんですけどもね。敵艦発見。当選用意。ポーラ、いい？見てなさい。ザラ級の戦い始めます。4番司法頼むわよ。ザラの粘り強さ、この砲戦で見せてあげるんだから。3連装司法はおもちゃじゃないの。いい？4番司法目に物を見せてあげるわ。攻撃開始。行きましょう。見せてあげるんだから。あ、そう、私。また私なの。いいけれど別に。今回はローマが MVP でしたね。僕は白露型駆逐艦しぐれ。これからよろしくね。はい、しぐれよろしくお願いします。夕立と来てしぐれと来ましたか。では、続けて進軍していきましょう。何事も粘り強くよ。さあここも、乗り越えて、突破をしていきましょう。当選用意。ポーラ、いい？見てなさい。ザラ級の戦い始めます。敵艦発見。当選用意。ポーラ、いい？見てなさい。ザラ級の戦い始めます。おー、いいですね。アークロイヤル、そして、水上爆撃隊の活躍ですね。もう開幕でほぼ壊滅ですね。ザラの粘り強さ、この砲戦で見せてあげるんだから。やはりこう、先にこう進んでくれた方々の情報ですね、非常にありがたく思います。こういったところも活用しながら、イベントですね、攻略していきたいと思いますので、感謝しながら、プレイをしていきたいものです。みゆきだよ、よろしくな。は
はい、みゆきよろしくお願いします。何事も粘り強くよ。さあ3回目ですね。今回もうまくいくかな。でもきっとやってくれます。みんな頑張ってきてね。敵艦発見。当選用意。ほら、いい？見てください。ザラ級の戦い始めます。敵艦発見。当選用意。ほら、いい？見てください。ザラ級の戦い始めます。やります。打ち方始め。三連装手法はおもちゃじゃないの。4番手法。さあザラ、そしてゴトランドもなかなかやってくれますね。そしてアークロイヤルの航空隊、やってみる。関白連合、やはり硬いですね。一気に畳みかけるなんてどうよ。前方の敵艦に思考。打ち方やはりさすがにただでは倒れてくれないですね。行きなさい。おお、アークロイヤルさすがです。攻撃を開始する。いいねいいね。やっぱね。今回は戦闘だ。敵艦発見。当選用意。ほら、いい？見てください。ザラ級の戦いやっぱりさすがに昼戦では落とせないですね。いいわ。私たちザラ級なりのやり方でやってみせる。艦隊ザラに続いて。いい？突撃します。4番手法ヌム。ザラの粘り強さ、この風船で見せてあげるんだから。今回はスムーズにここまでは進んでいますけどもね。でも油断はできないです。でも素直にこの勝利は嬉しいですね。あ、そう、私。また私なの。いいけれど別に。はい。まあ嬉しくはあるわね。ローマありがとう。ボンジョール。地中海生まれの航空母艦アクイラです。活躍するはずです。楽しみにしてて。アクイラ、活躍するはずです。楽しみにしててということで、初めはアクイラを出そうかと思ってたんですけど、ちょっと連動不足で出せなかったんですけどね。まさかここで出てくるとは、使ってと言わんばかりですね。カンコレ提督2023、こんばんはです。今日も元気に配信しております。よろしくお願いします。米ありがとうございます。アクエリアありがとう。そして、おめでとう。米ありがとうございます。はい、これで、また戦力が整ってしまいましたね。アクエリア、これで3隻目となっております。育成がちょっと追いつかないかな。ガチャッと。自分は第1ゲージの削りでザラが出ましたということですね。ここはイタリアカムスが出やすいということのようなので、私の方針としては、その海域の、開港するドロップ艦、限定会議ですから、豪華なのはもう重々承知はしているんですけども、攻略を優先にしていますので、今回で言えば前段作戦が、全て
攻略完了となった時にまだ、開港できないカンムスがいる場合は、その海域に、出撃するといったように、とにかく攻略優先でやっています。なかなか資材がどれだけあっても攻略できるというのをやってみないと分かりませんし、講談作戦の情報もちらっと今日出てましたけども、おそらく想像以上に厳しい戦いになるんじゃないかと、ちょっと今から恐怖しています。それはそれとして、今はこのイベントですね、この海域突破を全力でしたいと思いますので、タモン丸のカンコレタモン丸です。ぜひチャンネル登録していただきまして、このイベント最後まで完遂するのを皆さんとお付き合いいただければなと思います。では、再度出撃していきましょう。そうですね、おめんさん、ちょっとね、時期的なものが時期的なものだけに、もうほぼほぼ制空権のない状態で戦うことはほぼ確実視されていますので、もうそこをどう切り抜けたらいいのかとなると、もし巡洋艦以上が投入できないとなると、それこそ絶望的な戦いになっちゃうので、もしかしたら潜水艦まで投入して制空値を稼がないといけなくなるような戦いになりそうな気配がしてなりませんが、多分それは最後の手段になるのかな。基地航空隊の戦力もそうですし、道中支援も可能な限り出していかないと目的地に到達できない可能性が十分考えられますので、はい、みゆきよろしくお願いします。それに極めつけは最後おそらく陸上戦の、勝利を目指しているということを考えますと、戦車中隊、そして上車ですね、場合によってはロケットランチャー、そういった陸上用の兵装、あとは航空隊の、基地攻撃用の戦闘力ですね、そういったものを全て投入していかないと、いけないのかななんてちょっと思ったりしています。それがあって多分艦上爆撃機の、回収なんかも載せてきたんだろうなと今からちょっと予想はしてるんですが、なかなかそこまで回収がまだ追いついていないので、今月いっぱいかけてなんとか戦えるだけの戦力整えて、あとは備蓄ですね。最後はもう回数で突破を試みることになりますので、それも踏まえて、燃料だけは重点的に、今27万揃えてはいますけども、これはいくらあっても正直足りなくなってきますからね。この栄誉を女王陛下とあなたにと言ってる間に、ボスマスの前まで、無事に来れたようです。初雪です。よろしく。はい、初雪よろしくお願いします。何事も粘り強くよ。
さあ、4回目ですね。単獣陣で、突破を試みていきます。みんな頑張ってきてね。敵艦発見。当選用意。ほら、いい？見てください。ザラ級の戦い始めます。4番師範、頼むわよ。ザラの粘り強さ、この光線で見せてあげるんだから。さあ、支援艦隊の攻撃も入りましたね。あとは追犯艦を落として、三連装手法はおもちゃじゃないの。いい？狙いしのを見せてあげるわ。ザラの粘り強さ、この光線で見せてあげるんだ。今回初めての被弾ですね、ザラ。そこ抜けやしないんだから。さあ、アークロイヤル航空隊の力をここでまた見せてもらいましたね。いいねいいね。野戦闘の裏側司会は戦闘だ。やはりただでは通してくれないですね。まだ沈まねえでもけどさ。ここは通してもらいますよ。やってみるか。三連装手法はおもちゃじゃないの。いいね。見せてあげる。今回は戦闘だな。敵を見つけたわ。攻撃準備に入って。みんな。いや、本当に硬いですね。魚雷がほとんど消えていない。でも野戦で、決着といきたいと思います。やり方でやってみせる。艦隊、ザラに続いて。いい？突撃します。4番師範、頼むわ。お中波でも抜けましたね。あ、そう、私。また私なの。いいけれど別に。まあ、嬉しくはあるわね。はい、まあ今回はローマの、弾着ですね。かなり威力発揮していました。やっぱり鉄鋼弾の回収値もだんだん上がってきて、威力が少しでも上がればと思ってたんですけども、だいぶ効果があるようです。こんばんはですね。すいません。お名前の方は、白織さんとお読みしてよろしいでしょうか。こんばんはです。たもんまるです。よろしくお願いします。さてと、第一ゲージ、ラスターン行くかと。そうですね。みゆきだよ。よろしく。そろそろ、その場面になってきましたね。みゆき、よろしくお願いします。提督、オペラツィオネ完了です。艦隊が戻ってきます。そうしましたら、ちょっとだけここでキラ付けしたいので、その間ですね、ちょっと BGM かけさせていただきたいと思います。本日は、こっちかな。これカンムス温度の表紙になっちゃいましたね。これ変えて、はい。シャケさん、こんばんはです。今日も最後まで見ていっていただければと思います。そう、次がちょうどラスダになります。ちょっとキラ付けさせていただきたいので、その間ちょっと BGM ですね、かけさせていただきたいと思います。ちょっとお待ちください。
きじゃない僕の昨日はわがままに見えてしまうよ。雨の日も君といれるから悪くはないと思っていたけれど、あの秋の夜を忘れない。一人の雨、そして終わりの冬、そっと閉じた時と走れ。
いいよ。さみだれって言います。よろしくお願いします。はい、さみだれよろしくお願いします。提督、みんな帰ってきたよ。お疲れだよ、グラッチェ。俺はキスがいい？エナーチメンテ。ザラ級従順、ゼラ、発病、出撃します。ちょっと汚れちゃった。お風呂。あー、汗かいちゃった。秋は好き。だってザラが収益した季節だし、この少し落ち着いた感じが好き。うん、いいわね。よし。作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第一作戦海域、作戦ヨークポーラ。それでは、出撃をしていきましょう。ダメだからね。よし、ザラ艦隊出撃します。さあ、おそらくすんなりは通してくれないと思うんですけどね。でもみんななら必ず突破してくれるはずです。敵艦発見。当選用意。ほら、いい？見てなさい。ザラ級の戦い始めます。三連装手法はおもちゃじゃないの。よし、まずは初段。この初段をかわすかどうか、ここが一番のポイントですね。いいねいいね。やっぱ駆逐艦の本会は戦闘だよな。やってみるか。まずは、最初の戦闘ですね。ここを勝利できましたね。私がそういただいておく。この栄誉を女王陛下とあなたに。カンコレ提督2020もアスダン頑張ってるようなので、私も負けずに頑張って、攻略していきたいと思うところですが、何事も粘り強くよ。まあそれもここを突破してからの、まあ条件じゃないんですけどもね。敵艦発見。当選用意。ほら、いい？見てなさい。ザラ級の戦い始めます。4番四方。まあ、今までB1 ですとほとんど、まあほとんどではないんですけども、まあ、潜水艦、まあ、相手の対戦する戦闘艦も、まあ、水上艦というよりは潜水艦が多かったんですけどもね、まあ、今回はもう初めからこれだけの戦力ぶつけてきていますので、やられた。まだ沈まねえけどさ。お願い。うん、川風もらっちゃったけども、やってみる。でもギリギリ耐えましたね。ザラの粘り強さ、この光線で見せてあげるんだから。でもね、やっぱり潜水艦はおそらく後半海域の、まあ、至る所で出てくるので、まあその時にじっくり相手をしていきたいと思います。いいけれど、別に。まあ、嬉しくはあるわね。あんたが司令官ね。ま、せいぜい頑張りなさい。はい、村雲もよろしくお願いします。村雲の魚雷発射管の先端に菊の門がついているのがいいですね。まあ、嫁かが村雲だっていう方も非常に多く見られます。まあ、今回も、活躍ですね、ちょっとする場面、ちょっと私の方ではなかなかお見せできないんですけど、まあ、他の提督さんですとね、うまく使っているんじゃないかなと思います。
それでは、ボス戦に突入していきましょう。何事も粘り強くよ。よし、陣形は単獣陣ですね。ザラカン隊、決戦突入します。戦闘開始。みんな頑張ってきてね。敵艦発見。当選用意。ほら、いい？見てください。ザラ級の戦い始めます。まずは、駆逐艦の攻撃型はまずは1隻。制空は優勢ですか。ちょっと確保まではいけなかったんですけど、でも駆逐艦落とせましたね。決戦。残りは3隻。戦闘で反抗戦。でもローマいいダメージ出ましたね。今回川風本当に被害担当官になってますけど、ありがとう。やってみるか。ゴトランド、今回の初被弾が中破になってしまいましたね。いや、本当に硬いですね。絶対に昼戦では落ちないというそういう覚悟を感じます。では野戦突入します。ザラ艦隊、まずは占領ゲージですね。こちらの攻略、完了となります。本当に先行勢の皆さん、情報ありがとうございます。それがなければこういうふうに戦力ですね整えて進めることができませんでしたから、本当に感謝しかありません。そして、ご視聴の皆さんも応援ありがとうございます。無事に、占領ゲージ突破することができました。特攻艦を持っていない人こればかりは差があるというかな。これは長くやってるところのということで、勘弁していただければと思います。村雨よろしくお願いします。はい。本当に今回はスムーズに来ました。という感じでしたが、ここから先はギミックを攻略して、輸送作戦というふうに流れていきます。本日は、攻略、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。いつもご視聴ありがとうございます。本日もまたご視聴いただきましてありがとうございます。任務の方は無事に達成することができましたので、ここからはいつものコーナーをやらせていただいて、いただきたいと思います。本日12月1日は、
映画の日記念日となっております。1896年、明治29年に11月25日から、12月1日まで、神戸の神戸クラブにおいて日本初の映画が一般公開されたそうです。この会期中で、切りのいい、最後の日を記念日としたそうです。映画の一般公開が60周年を記念したものであり、日本における初めての映画の有料公開、映画産業発祥の記念の日でもあります。この日に公開された映画は、今日のスクリーンの、ような映写されるタイプではなくて、一人ずつ覗き込んでみるキネストコープと呼ばれるもので、アメリカの発明家トーマス・エディソンですね、有名ですね、が発明したものになります。ちょうど映像で今流れているこの男性の方が覗き見ている、こういうもので見ていたそうです。映画は劇場で見ることで魅力がより多くの人に知ってもらうことが目的です。この日は、多年にわたる日本映画に貢献してきた人の表彰や、記念式典、上映会やトークショー、そういった催し物がされているそうです。近くの映画館でももしかしたら何かしらの記念日ということで、催し物があるのかななんて思ってしまいますが、本日12月1日は映画の日ということで紹介させていただきました。タモンバルのカンコレ、タモンバルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回からイベント会期の攻略を上げていくことになります。長丁場になると思います。ぜひチャンネル登録いただきまして、最後まで戦いの行く末を見ていただければと思います。本日は、地中海沖発動 GM 作戦戦力ゲージの突破ですね。こちらの攻略をすることができました。次回は、いよいよ輸送ゲージですね。戦艦が待っているところに行くことになります。多分苦戦するんだろうなと思うんですけど、皆さん、応援いただいて、突破をしていきたいと思っていますので、次回も準備でき次第また用意しますのでよろしくお願いします。空母93いい位置突破おめでとうございます。おめです。皆さんもイベント楽しんでいきましょう。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。クティさんも、コメントありがとうございます。お目やりありがとうございます。